釧路湿原でカヌーガイドと小さい宿をやっています。ここに来る前は一応ロックバンドのベーシストという肩書きになりますかね。朝はやはり早いですね。でやはり仕事柄天気は気になるので、やっぱり朝一に天気を確認して風を見るっていう感じでしょうか。せっかく綺麗なところ時間帯もあるので、ちょっとみんなに見てもらおうかなと思って「毎日おはよう」ってハッシュタグでツイッターをしてます。朝はマウスウォッシュを、前から使ってるんですけど、意外とアルコールの成分が強いっつうことでうがいをしてみたら結構気持ちいいんですよね。仕事柄アウトドアなので、特にカヌーのガイドにはやはり天候風だったり気になりますよね。で同じように雨だったりとか、釧路湿原はやっぱり海から霧が上がることが多いんですね。ハットだけは絶対にかぶっていくようにしてます。サングラスももちろんかっこつけっていう部分もあるかもしれないけど、やっぱり眩しいでしょすごく。今日もそっくりそのまま反射しちゃうんですよ。だから太陽は2個の状態になっちゃうんですよね。だからハットかぶってても下からの光はすごく照り返しはあるので、だからサングラスは絶対かけてるんですよね。自分の人生の中でこの釧路湿原でカナディアンカヌーに出会ったっていうのはすごく大きなことなんですね。やはり車だったりバイクだったりがもともと好きなので山に行ったりはしてたんですけども、それは年齢もあったのかもしれないけど、その気持ちよさがあった。それから仕事柄その大きな音の中に常にいるスタジオだったり閉鎖されてて、でもう本当におかしいぐらい大きい音の中にいる。それから東京という街にいればもう雑踏しかないわけです。無音なんていうことはありえない。で作った無音しかない。でそれをここの釧路湿原のカナディアンカヌーはパーンって衝撃的でした。でその感動をガイドという仕事をすることによってお客さんに伝えられるっていうことに気がついて、僕は今ここのトールっていう町に住んでお客さんを湿原に案内している。乗ったら皆さんが感じることっていうのは音がない。で川というのは地球の力ですよね。重力だから高いところから低いところに流れる。でそれに無動力、要はその人間の力だけで乗っていくっていう、その静かさは特にこの釧路湿原の場合は引き立つと思うんですよね。なので、その時間を楽しんでもらいたい。それがカヌーでお客さんを湿原に案内する僕の一番の仕事だと思ってます。正直言うと忙しいそのメインシーズンは朝をゆっくり食べることはできないんですよね。少し時間のあるゆっくりした春とか、それから秋とか、そういう時にゆっくり朝食を食べるんですけれど、うちは宿もやっているのでお客さんにお出ししているパンを同じように食べるんですけどね、すごく試行錯誤をうちの奥さんがして進化していったんですよ、パンが。で初めは普通に焼いていたのが道産の小麦になり、それからバターになり牛乳になり、100% 道産になったり天然酵母でもちもちになったり、すごい進化を遂げているのを見てきているので、とってもその一つのありがたさがありますね。特にこの今の季節は鳥の声がとっても賑やかな時期なので、それで空気がちょっとヒヤーっとしてとても気持ちいいんですね。うちのリビングっていうかからテラスに出ると。だからその時間は、自分ではすごく気に入ってます。
あんまりあったかいものを飲まないので、真冬でもツアーに持っていくのは水筒の中に氷が入ってるお茶だったり、普通はアイスコーヒーなんですけど、いろんなことをやらせてもらえてるんですね今で。もちろんうちの奥さんの理解もあるし、本当にこう幸せだなって思ってるんですね。できすぎなぐらい今僕は幸せの中にいるので、やっぱりこの幸せを維持していきたい。それが今一番強く思ってます。